こんにちは、スタイルファンです。今回はブラックバスの生態と習性について解説します。ルアーフィッシングで人気のブラックバスですが、いざバス釣りを始めてみたけど、どこで釣りをしたらいいのかわからないと悩んでいる人も多いかと思います。僕もバス釣りを始めた時、釣れる場所や釣り方がわからずに半年以上釣れなかった経験があります。それは今思うとブラックバスについてよく理解できていなかったからだと思っています。そこで今回は僕がバス釣りを始めた頃に知っておけばよかったと思うブラックバスの生態と習性について解説したいと思います。この動画を見るとブラックバスの生態と習性を知ることができます。そしてブラックバスを釣るための基本的な考え方を知ることができますから、最後までぜひ見ていってください。このチャンネルではスタイルファンが釣りのレベルアップを目指すとともに、経験したことや勉強したことなど釣りに役立つ情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。はじめに、ブラックバスの生態と習性を理解することはとても大切ということについてお話しします。なぜなら、僕たち釣り人がブラックバスを釣りたいと釣りに出かけていっても、ブラックバスの生態と習性を理解していなければ、一日中バスのいないところでルアーを泳がせて、結果釣れないで帰るなんてことになってしまうからです。どんな釣りでも同じですが、釣る対象の魚を理解しておくことはとても大切です。その魚がどんなところにいて、どんなものを食べているのかを知ることで、釣り人側はそれに対して釣りを組み立てていけるからです。日本でバス釣りの対象魚というと、ラージマウスバスと大型化するフロリダラージマウスバス、そしてスモールマウスバスの3種類になるかと思います。一般的にはラージマウスバスやフロリダラージマウスバスは物陰に身を隠して魚を待ち伏せするタイプの魚で、スモールマウスバスは回遊性が強いタイプの魚と言われています。しかしラージマウスバスやフロリダラージマウスバスの中でも回遊性の高いバスもいますし、スモールマウスバスでも待ち伏せ型のような場所で釣れることもあります。種類によって傾向は分かれますが、どんな環境下で生活するかで待ち伏せ型になったり回遊型になったりするのかもしれないですね。同じブラックバスの中でも待ち伏せ型と回遊型の魚がいるという生態は覚えておいた方が良さそうです。回遊型のバスはスクールと言われる群れを作って生活をしていて、あまり定位置にとどまることは少なく、待ち伏せ型のバスは多少の回遊はするものの、一定のエリアで生活していることが多いみたいです。僕が考えるブラックバスの知っておくべき習性の重要なポイントは、バスは変化が好きということです。特に待ち伏せ型のバスはフィールドの中で何か変化のある場所に着こうとします。例えば水深が変化する場所や地形の変化する場所、またカバーと言われるような身を隠すことができる障害物のそばにいたがります。カバーはシェードと言われる影を作り出し、バスが好みます。そして餌を取ろうとするときはより変化にぴったりとついているようです。回遊型のバスも水深の変化や地形の変化に沿って回遊することが多いように感じます。またバスはボトムの硬い場所を好む傾向があります。泥底よりも砂利や岩などハードボトムと言われる硬い場所を好みます。こういった習性を理解してからは、僕は釣り場の中で特に水深の変化や地形の変化などを中心に探して釣っていくことで、バスに出会える確率は高くなってきたと思います。そしてブラックバスの生態を理解する時の最大のポイントが、
バスはフィッシュイーターであるということです。当たり前のように聞こえるかもしれませんけど、僕がバスを釣ることができなかった頃もフィッシュイーターということは知っていました。しかし、その餌となるベイトがどこにいるんだろうかという意識はあまりしていなかった気がします。基本的に餌のいないところにブラックバスはいないと考えて、餌となるベイトがどこにいるのかを考えることもとても重要です。僕が少しずつバスが釣れるようになってきたのは、ブラックバスの生態や習性を勉強してバスがどこにいるのか少し分かるようになってきたからだと思います。今回のまとめです。ブラックバスには大きく分けると待ち伏せ型と回遊型の2つのタイプの魚がいます。またバスは水中の変化につきたがる習性を持っているので、釣るときは変化を探して攻めてみてください。そしてバスというフィッシュイーターを狙うときはベイトのいる場所を考えて釣りをするようにしています。バスの生態を少しでも理解すればバスをヒットさせられる確率は高くなっていくと思いますから、一緒に勉強していきましょう。ルアーでバスを釣ることは簡単ではありません。だからこそバスフィッシングは楽しいんですよね。僕の釣りに関して勉強した知識や経験もまだまだ未熟なところが多いですが、少しでも皆さんの役に立てたら嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは皆さん、良い釣りを。スタイルファンでした。